会社が負担して、負担するので健康診断受けてきてくださいっていう制度があるんですよ。こんにちは、カレンです。元気にしてますか？私が気をつけていること、普段気をつけていること、当たり前だとは思うんですけど、3食きちんと食べることっていうのは気をつけていて、朝は時間がないんですけど、トーストとパンと果物と牛乳など、ちょっとやっぱり砂糖を取りすぎないだとか、塩分取りすぎないだとか、そういったちょっと細かなところを気をつけたり、お昼ご飯はサラダとご飯とメインとって選ぶんですけど、サラダから食べるっていう風にしていて、で夜は米の量を減らすだったりとかですね。ちょっと3食腹8分目、腹12分目、10分目まで食べるんじゃなくて、腹8分目で終われるようにコントロールして3食食べてます。で、やっぱり食って本当に生きることにつながるので、それを今日は生きるというテーマで長生きについて、長生きすることについてお話ししていきたいと思います。それでは行ってみましょう。いろいろあると思うんですけども、一つ最も重要なことといえば、私もさっき話したんですけど、本当に栄養素だと思うんですよ。食べるもの、何を食べるかっていうところだと思っていて、本当に栄養満点の食事をとってこれまで日本人は過ごしてきたっていうところが平均寿命の長さにつながっていると思います。日本人の食事、本当に昔から続いている和食という文化なんですけども、結構食事のバランス、栄養のバランスが取れた食事になっているんですよね。それに加えて和食に関してなんですけど、味が薄味であるということ、やっぱりそれって塩分の取りすぎを防いでくれたりとか、あと日本って煮る料理、焼く料理が多いんですけど、そうすると必然的に油をあまり使わないんですよね。揚げ物があるっていうわけではないので、そういったところで脂肪の取りすぎも防げているし、そうですね、トータルバランスのいい食事をとることによって塩分や脂肪分の取りすぎを防げるっていうところがやっぱり日本の食事の特徴なんじゃないのかなと思います。私、小学校の夏休みは毎朝近所のみんなで集まってラジオ体操っていうのをやってました。普段学校に通ってる時は体育の授業があったりとか、お昼休憩に外でみんなで走って遊んだりして体動かすんですけど、夏休みに入ったらやっぱり朝規則正しく起きましょうっていうところから、体もちゃんと動かしましょうっていうところでラジオ体操があったりとか、これは本当にラジオ体操っていうのは老若男女合ってるかな、本当に小さい子供からお年寄りまで男女問わず日本で取り入れられているすごく簡単な誰でもできる運動なんですけど、それを毎朝やってる会社さんとかもいます。毎年1回必ず健康診断を受けましょう。会社が負担して、負担するので健康診断受けてきてくださいっていう制度があるんですよ。なのでその時に皆さんやっぱり自分の体を見つめ直すじゃないですけど、血液検査をしたり体重身長測ったり心電図測ったり、いろいろやっぱりその時にこういうところが悪かったんだ、こういうとこ気をつけたら今後もっと良くなるんだろうなっていうのを把握する、機会もあります。どこでもきれいな水が飲めるっていうのはすごく環境が整っているからこそできることなのではないのかなと思っている部分もありますし、やっぱり自然が多い都会に行ったら少なくなるイメージもあるんですけど、逆に都会ってたくさん木が植えられてたりするんですよね。
でやっぱりそういう自然緑を見ることによってちょっと心が豊かになったりとか、自然と触れ合う機会、ましてやそういう自然をわざと作ったテーマパークっていうのが、テーマパーク公園って言ったらいいのかな、なんかそういう施設とかも、一面芝生でゆっくりしてくださいっていう施設とかも都会には用意されていますし、逆に田舎に行くと田舎は田舎で本当の自然と触れ合えるっていう部分では、生活環境としてその心を育む健康的になることとして身近に感じられる国なのではないかなと思います。あとですね、やっぱりコロナを機にすごく空気とか換気とか衛生とかめちゃくちゃ力を入れてる国なんですよね。なので病院に行くにもそうだし、ちょっとスーパーにお買い物行くのもそうだし、本当にカラオケに行くのもそうだし、どこのお店に行っても本当に換気すごく力入れていますとか、アルコール消毒定期的にやってますっていうお店や施設がすごくたくさん増えて、もともと環境自体生活環境良かったのに、さらにコロナを機に良くなってるんじゃないかなと思います。そういったところがやっぱりライフスタイル、寿命を伸ばすっていうところでは関係しているのではないかなと思います。私温泉すごく好きなんですよ。日本の、温泉街に温泉を入りに行ってゆっくりして美味しいご飯を食べてリラックスするっていうのがすごく好きなんですけど、やっぱそういったことも寿命を伸ばす行動の一つになっているのじゃないかなと思います。あとはもちろん若者向けもそうなんですけど、お年寄りやっぱり時間がねできた時、仕事を退職されて時間ができた時に周りとの関わりを保つために地域でお年寄りが集まって、では体を動かしましょうっていう機会だったりとか、新しく趣味を見つけましょうっていう機会が設けられていることはよくありますね。あと私本当に田舎に住んでるので見かけることがあるのは、本当に第何曜日の朝ゲートボールってご存知ですかね。ゴルフのたくさん振らない、本当にちょっとコンって当てるぐらいのスポーツになるんですけど、そのゲートボールがよく開催されてると思います。日本だと、平均寿命っていうのが女性と男性だと、男性の方が女性より 6,7 年短いんですよね。ストレス社会ですかね、やっぱり。で昔で言うと、今でこそやっぱり日本の女性って社会進出していて働いてる方多いんですけど、基本的にはもう男性が働いて女性は主婦、家の仕事をするっていうことが多かったので、その昔からの名残でいくと、働くことによって外からの刺激をいっぱい受けて、ストレスかな、この寿命の差は。日本の伝統的な医学としては漢方ですね。漢方は薬とはまた違うし、健康食品ともまたちょっと違うものになるんですけど、とにかく美味しくはないです。私も漢方すごく苦手なので錠剤しか試したことなくて、でも本当にいろんな種類の漢方があって、体を温めるものもあれば、ちょっと体重を減らすっていう漢方があったりとか、胃の調子を整える漢方があったりとか、ほんといろんな種類の漢方がありますね。特に私主人の実家がそういう漢方すごく詳しくて、漢方茶とかを手作りするんですよね。なんかいろんな、スパイスとか実とか本当にそのものを入れて、高麗人参とか本当そのものを入れて煮出してお茶にするっていうような方法とかもあります。はい、あとは
鍼灸って言って針を刺して血流を良くして刺激して体の巡りを良くして病気が治りやすくなったりとか疲れが取りやすくなったりとか、そういったことも昔から取り入れられてますね。うちは仏教を信じていて、で亡くなったら世というか天国、三途の川を渡って世に行くと言われていて、で巡り巡って生まれ変わってまたこの世に戻ってくると言われてますね。でもやっぱりそういう信じられているものは各家庭によって違いますし、いろいろな説があります。長生きすればするほど日本ではお祝いがあるんですよ。米寿って言われてたり、喜寿って言われていたり、77歳の時、88歳の時、99歳の時だったかな、100歳の時、ちょっといろいろあるんですけど、そういう風に年を取ることを喜ばしいと思う、お祝いをする、もっと長生きしてねっていう文化が日本にはあります。で、その色も決まっていて、その時々赤着たり紫を着たり、そういったカラーに基づいてプレゼントを送ったりで、長生きすることを喜んでお祝いをするっていう文化があります。あとは地域によってやっぱり高齢者の方に寄り添った施設なども多いですし、基本的にはその階段にスロープがついているっていうのは当たり前ですし、階段だけじゃなくてこう平たい上り坂っていうなんていうのかな、それもスロープっていうのかなっていう部分も配慮されて施設は作られています。あとはもう本当に高齢者施設っていうのも充実していますし、医療費ももちろん高齢者になると自己負担がすごく少なくなって、より、医療を受けやすい環境があります。社会全体で高齢者を敬って尊敬して助け合っていこうっていう文化が日本にはあるのではないかなと思っています。今日は長生きについて話したんですけども、私もまだこの世に生まれて27年しか経っていない、27年も経ったと思ったんですけど、80歳の方に比べると27年しか経っていないっていう感覚なんですよね。でもう明日もしかしたら死ぬかもしれない、でももしかしたら100歳まで生きるかもしれない、それって誰にもわからないことなので、本当に長生きするために今いつ死んでも逆にいいように一日一日を大切に過ごしていくことが、やっぱりそれもまた一つ長生きする秘訣、コツになるんじゃないかなと今日いろいろ話していて思いました。もう今日もこの後すぐの時間を大切に過ごしていきたいです。はい。なんか皆さんのこういう、私こういうところ気をつけて長生きするためにはこういうことをしてるよっていうこととかあったら、ぜひコメント欄にて教えてください。私も実践してみたいです。それとビデオの説明欄に私たちの文法コースの紹介もあるので、よかったらぜひチェックしてみてください。道芸さんのコメディ動画を使って私たちが選んだ日本語の文法ポイントを解説したりしています。道元さんの肯定アクセントと発音のコースもあるので、それもぜひチェックしてみてください。ネイティブに話すコツがわかるとってもいいレッスン動画の一つです。それでは皆さん、よかったら最後にいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。これからももっと日本に関することや日本語を学ぶコツをお届けしたいと思います。それじゃあ、バイバイ。